はい、皆さんこんにちは。今日は自然に関する漢字を詳しく勉強していきましょう。では始めます。はい、ではまずこの漢字。音読みで山、訓読みで山、と読みます。山。これは富士山、富士山。これは山。これは山田さん。山田さん。この山田さんというのは人の名前で、日本語能力試験の質問文にもよく出てきます。この山田というのは日本人にとっても多い名字なんですね。で、このさんというのはご存知の方も多いと思いますが、人の名前の後ろにつけて尊敬の意味を表す言葉です。自分以外の人の名前には一般的にこのさんをつけます。相手が男性でも女性でも使えます。はい、次はこの漢字。訓読みで川、または川と読みます。これは川。これはナイル川。ナイル川。次はこの漢字。音読みでか、訓読みで花と読みます。花。これは花瓶。瓶。この瓶という漢字は N2 レベルでちょっと難しいので書けなくても大丈夫です。ただ、この花瓶という単語自体は N5 レベルなので読めるようにしておいた方がいいと思います。はい、これは花。これは花見。花見。これは花火。花火。はい。これは訓読みで雨と読みます。雨。
これは雨、雨。雨。これは大雨、大雨。大雨。これは梅雨、梅雨。つ、ゆ。はい、次はこの漢字です。音読みで空、空。訓読みで空、空と読みます。空。これは空気、空気。空。気。これは空、空。空。これは空港、空港。空。こう。はい、次はこの漢字。音読みで天、天と読みます。天。これは天気、天気。天。気。これは天気予報、天気予報。天気よ報、天気予報。この単語は N4 レベルですが、日本人が毎日のようによく使う単語です。天気予報を見るというふうに使います。最後の漢字です。音読みでき、きと読みます。き。これは元気、元気。元気。これは天気、天気。天気。これは電気、電気。電気。
これは気持ち、気持ち。き、も、ち、気持ち。これは人気、人気。人、気。はい、最後まで見てくださりありがとうございました。またね。